今回の展覧会のタイトルは「飛び立つ鳩に驚く私」というタイトルなんですけども、自分の家のすぐ後ろが雑木林になっているものですから、その前を通って駅に向かうんですけども、ちょうど玄関を出てその雑木林の手前の市道のところでいきなりその林の陰からわーっとキジバトが飛び立ったもんで、ちょっと面食らってびっくりしちゃったの。そのまんま仕事場に行こうと思って、で最寄りの駅まで着いたところで、これをもし絵に描くとしたらどういう絵が描けるのかなってふと思ったんですね。それが最初のきっかけでした。取るに足らないような、あるいはもう大したことではない出来事をどういうふうに自分は絵に描けるのか、あるいは描き続けることができるのかなということをじゃあちょっと試してみよう。モチーフ自体に特別なあまり意味はそんなにないんだと思うんですね。どういう描き方をしようとしたのか、あるいは今もしているのかっていう、もっとその絵描きが絵を具体的に描くことの、あるいは描くための、方法みたいなものが一番やっぱ大きい問題だと思います。描き方をちょっと変えるだけで同じモチーフであったとしても、それがまずすごく絵描きにとっては視覚的に新鮮であるっていう。でそれこそもうタイトルではないけど、それに一番最初に驚くのが当の本人の絵描きであるっていうことですね。やっぱその驚くっていうことっていうのがないと、こういう制作っていうのは逆に連続して、あるいは繰り返して描けないんじゃないかなと思うんですよね。何に対して驚いてるのかっていう、だから自分で自分を驚かしてることなんだろうけども、ただ自分を驚かしているものっていうのは、画材にしてもそういう雑木林から突然飛び出してくる鳩にしても、いや自分の中にあることではなくて、やっぱり自分の外で何か起きてることに反応してる自分がいるっていうこと、これがないとびっくりっていうのは、いわゆるサプライズっていうのは起きないんだろうなと思うんですよね。今回はテキストみたいなものも書いてるんですよね。自分の中で言葉を書くとか文を書くっていうのは、絵とはまたメディアは違うんだけど、どっか同じ重なってる部分があって、そういう実験もちょっと今回してるんですね。基本一番その最初のその絵を描く一等最初の気持ちとして、それがやっぱ快楽であるっていうこと、これが大事かなと。やっぱり楽しいんですよ。で何が楽しいのかってよくわからないんだけど、よくわからないことをやってるからこそ楽しいんだけどね、ちょっと見えないところもあるから面白いわけで、絵を描く作業自体はやっぱり結構大変なところもあって、肉体的にも結構きついかったりしんどかったりもちろんするんですけど、なんだかんだ言っても結局やるんですよ。なんとかなっちゃうんだよね。そうなんとかなっちゃうのも好きだからですよ。愛してるからね。とにかく一生懸命やるわけですよ。